いつもご視聴していただきありがとうございます。牽引して運転する場合の要点について解説いたします。内容は、牽引免許がいる場合、いらない場合、故障車などの牽引方法、他の車を牽引するときの法定速度、高速道路の通行制限についてです。それでは始めます。牽引して運転する場合とは、牽引するための構造と装置のある自動車で、牽引されるための構造と装置のある車を連結して運転する場合を言います。そして、牽引する自動車を牽引車やトラクター、貨物車などの牽引される車を非牽引車やトレーラーと呼ばれることもあります。このような車は貨物を運搬することが多いですが、普通車でキャンピングトレーラーなどを連結して運転する場合も見かけますね。また、故障車などをロープやクレーンなどで引っ張って運転する場合も、牽引して運転する場合になります。このように、牽引して運転する場合は、牽引するための知識と運転技術が必要なので、牽引免許を受けなければなりません。牽引自動車である大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、車両総重量が 750kg を超える他の車を牽引して運転するときに、牽引する自動車の種類に応じた免許と牽引免許が必要です。例えば、大型自動車で、車両総重量が 750kg を超える車を牽引して運転するときは、大型免許と牽引免許が必要です。しかし、牽引して運転する場合でも、次の場合は牽引免許はいりません。車の総重量が 750kg 以下の車を牽引するときと、故障車をロープやクレーンで牽引するときです。このような場合は、牽引する自動車の種類に応じた免許があれば運転することができます。重量の軽い車を牽引して運転する場合は、牽引免許の必要対象外という考えであったり、ロープなどを使った故障車の牽引は、牽引免許で必要とされる知識や技術とは別のものかもしれませんね。そして、故障車などを牽引する方法は次のようにします。故障車などの車輪を上げないで、ロープなどで牽引する方法は、牽引する車と故障車などとの間は5メートル以内を保ちながら、丈夫なロープなどでつなぎ、そのロープなどの見やすい箇所に 0.3 メートル平方以上の白い布をつけます。故障車などには、その車を運転することができる免許を持っている人を乗せて、ハンドルやその他の装置を操作させなければなりません。また、牽引する車のクレーンなどで故障車などの前輪か後輪を吊り上げて牽引する方法もあります。この場合、後輪を上げて牽引する場合は、故障車のハンドルが動いてフラフラしないように故障車のハンドルを固定しておきます。故障車などを牽引する場合は、原則として台数の制限と長さの制限を超えてはいけません。台数の制限は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車で牽引して運転する場合は、2台まで。大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車で牽引して運転する場合は、1台までです。長さの制限は、牽引する車と故障車の間やそれぞれの車の間は5メートル以内、牽引する車の一番前から牽引される車の一番後ろまでの長さは25メートル以内です。ただし、公安委員会から道路や時間を指定され、許可を受けたときは、制限を超えて牽引することができます。他の車を牽引するときの法定速度も覚えておきましょう。牽引するための構造と装置のある自動車で、牽引されるための構造と装置のある車を牽引して運転するとき、いわゆる牽引自動車やトレーラーと言われる車などを運転するときは、牽引していない車を運転するときと同じで、一般道路の法定最高速度は、自動車は時速 60km ですが、原動機付き自転車などで他の車を牽引する場合や、故障車などをクレーンやロープなどで牽引する場合は、別の法令で法定速度が定められていますので、その最高速度を超えて運転してはいけません。車両総重量が 2000kg 以下の故障車などを、その3倍以上の車両総重量の車で牽引するときは、時速 40km を超えて運転してはいけません。総排気量 125cc 以下、または定格出力 1.0kW 以下の普通自動二輪車や原動機付き自転車で、他の車を牽引するときは、時速 25km を超えて運転してはいけません。それ以外の場合で、故障車などを牽引するときは、時速 30km を超えて運転してはいけません。また、たとえ標識や表示でこれらの法定最高速度を超える速度が指定されている道路であっても、これらの速度を超えて運転してはいけません。車両総重量とは、車の重量と乗車定員人数分の重量と最大積載量の合計の重さのことです。なお、乗用車の場合は最大積載量が定められていないため、車両重量と乗車定員人数分の合計の重量です。牽引して運転する場合は高速道路を通行できない場合があります。
牽引自動車やトレーラーと言われる自動車を運転する場合は、高速道路を通行することができますが、故障車などをクレーンやロープで牽引して運転している場合に通行できない高速道路があります。高速道路には高速自動車国道と自動車専用道路がありますが、このうち高速自動車国道は時速 50km に達しない速度で運転してはいけない最低速度の取り決めがあります。そのため、故障車などをクレーンやロープで牽引している場合は、この最低速度より遅い法定速度に従って運転しなければならないので、高速自動車国道を通行することができません。ただし、自動車専用道路の法定速度は一般道路と同じで、最低速度の取り決めがないので、たとえ故障車などをクレーンやロープで牽引して運転している場合でも通行することができます。最後までご視聴いただきありがとうございました。本面練習問題のおすすめは左をクリック。学科試験の勉強などでわからないことなどございましたら、コメントでご質問してくださいね。